非常なまでに美しいその瞳。それこそがあなたの生命線。今宵の舞踏会はお任せください。心果てるまで踊り続けましょう。皆様こんにちは。すぐみモデラーのたまです。今回はおしません。フェアレディ 280Z スペシャルを制作しますよ。このキットは隣町のプラモ屋さんで新品購入しました。プラモ屋さんの店主とお話をしながらのお買い物、ゆっくりとした時間を堪能させていただきました。個人店なのに値引きまでしてくださってありがとうございます。開封すると想像以上に簡素なレイアウト。白と黒だけのパーツ群は初心者さんもびっくりですね。ボディカウルは分割なし。予想はしていましたがオーバーフェンダーは一体型でしたね。塗り分けが面倒なやつですね。シャシーは古さを感じる造形。いかにもモーターと電池を搭載する雰囲気が出ています。最新のモーターとハイパワーな電池を入れてみたいですね。ライトやレンズのクリアパーツ。こちらはウィンドウのクリアパーツ。すぐに傷がつくので少々苦手なパーツでございます。ランナー3枚分をひとまとめにした梱包。潔くて気持ちが楽になります。ホイールはなぜか2セット入っていますね。古さを感じるタイヤとシャフト。昔はここにギアと電池の金具が入っていたのでしょうね。新品のキットなのでデカールは安心ですね。完全密封されているところはさすがでございます。説明書にはマシンの解説が一切記載されていません。どんなレースで走ったとか、誰がドライバーだったのかくらい書いて欲しかったですね。組み立て指示はざっくりしており、シャシーなんてあっという間に仕上がりそうな予感。もともとの設計は相当古いようで、最初はグンゼというメーカーが販売していたそうです。あの下着メーカーのグンゼでしょうか。この灰色になっている部品は使わないようです。かなり余るようですね。特殊な塗料も必要ないのがいいですね。サクッと仕上がればいいのですが、必要なパーツ数はかなり少ないこのキット。おそらくフェンダーの塗り分けとデカールがメインになりそうですね。それでは製作スタートでございます。極太のランナーをカットして、シャシーの出来上がり。この一撃っぷりに気分はふわふわしてございます。シートとダッシュボードも2種類入ってました。ガンプラの空箱に入れた余剰パーツが溢れ返る寸前でございます。使い道なんてないのに捨てることができない貧乏症。ミニマリストさんが見たら発狂するでしょうね。なんと使う部品はこれだけ。本当に出来上がるのでしょうか。ズザー。こちらが余剰パーツ。さすがに捨ててしまいましょうか。完全に一体成形。分割なしでよく型から抜けるもんですね。全体的にもやっとした感じが溢れ出ていますので、深めに筋彫りをしてカチッとさせてみましょう。こちらの拷問器具、筋彫り工具で貫通寸前まで追い込みますよ。刃先だけ交換するタイプもありますが、付け替えがとても面倒なので、各サイズ揃えた方が楽ですね。ギリギリ。ガリガリ。もともとの筋が深めなので脱線の心配もございません。まあこの後めちゃくちゃ脱線しましたが、お勤めご苦労様です。心地よい悲鳴、削り音を奏でてくださりました。
こういうモールドかと思ってましたが、どうやらパッティングラインのようなので削りましょう。なんだか無性に面倒になったので途中で諦めました。おりゃ。箱車はピラーが細いので気を使いますね。ボディカウルの下準備がサクッと終わりました。一旦片付けてリセットしましょう。水攻めにしてきました。以前は車整備用のコンプレッサーで水を飛ばしていたのですが、勢い余って隣の田んぼまでボディーをぶっ飛ばしちゃいました。ぼやっとしたラインが見違えるようにすっきりしましたね。ドアなんて今にも開いちゃいそうでございます。塗装するのがもったいなく感じますね。ボディ裏に艶消しブラックを吹きます。タミヤのフラットブラックは隠蔽力も強くておすすめ。買いタイヤに転がってそうな風貌になっちゃいました。でも薄め液で拭き取れば。ご覧ください。貴婦人がいらっしゃいました。アイシャドウを落とすように、眼球の奥までしっかりと。自白の強要もございます。裏打ちすることで白がくっきりとしましたね。筋彫りの陰影も明確に浮き上がりとても綺麗でございます。せっかく綺麗に漆黒にできましたので、汚れないようにマスキングしてあげましょう。見えない箇所なんてどうでも良いのですが、仮組みをしないので、どこまで見えちゃうのかわからないんですよね。毎回登場するアルティメットホワイト、ガイアさんを瓶で発売してください。旧車にはこのしっとり感が似合いますね。ボディカウルの乾燥待ちにシャシーを進めます。時間稼ぎにならないくらいあっという間でございます。昔から売っていた金属の塗料皿を見なくなりましたね。最近は紙コップを使うばかりで、すぐに捨てることができるので塗料皿の存在を忘れていました。ミスターホビーの黒金色。ずっと国鉄色かと思っていました。黒金とは美しい名前ですね。仕事のストレスで散財したくなる衝動。ついにこいつを連れ帰ってしまいました。ボディカウルの固定には栄養ドリンクの瓶が一番だと思うのですが、タミヤ様が考えたこのスタンドセット、実力を堪能させていただきましょう。何気に置き場に困るサイズですね。こういうのって無意味に回しちゃいますよね。どうやって使うんだこれ。これ以上はどう考えても折れちゃいますよね。折れるわ。こいつ絶対に折れるわ。やっぱ。
セッティング変更してみましょう。おっと、取れちゃった。逆か。お前逆につけたらええんか。危ないところでした。開封して速攻で破壊してしまうところでした。もうちょいでタミヤ様に苦情の電話するところでしたね。うにうに。クールクル。本塗りが乾き返ってまいりました。いつもの通り艶っぽくしてあげるつもりでしたが、今回は思考を変えてみましょうか。遥か遠い先を指すかのような直線。淑女の貫禄でございます。お次はあなたの実力をご拝見。ボディとの相性もあると思いますが、なかなかの保持力ですね。台座から分離できるのも素晴らしい。回転もスムーズ。9000rpm にも耐えることができそうです。窓枠塗装に備えてのマスキング。まだまだ慣れないこの作業。どうやって効率化すればよいのか試行錯誤。手を抜けばあっという間に時間超過。ふと気を許して手を止めないように。遠回りでも決して止まらないように。まだまだ舞踏会には間に合うのでございます。このキットはワイパーがボディと一体成形。なんてことをしてくれたんだ。上手にマスキングできるかな。マスキングテープが伸びるとは思えないけど、ドライヤーで加熱しながら貼ったら多少マシなのかな。オーバーフェンダーには曲線用マスキングテープ。白いボディに白のテープ。目の焦点がおかしくなり、綺麗な曲線をトレースできているのかわからなくなります。これを4箇所しなければならない苦行。もうちょい楽なプラモってないんですかね。フロントフェンダーのマスキングはさらに残酷。こんなもんプラも初めての子供なら諦めちゃいますよ。デザインナイフの刃は常に新品状態。切りつけられたことさえ気づかぬうちに裂いてあげます。どうでしょう。この残酷の繰り返し。困りますね。こんなことを指示されちゃ。疲れ果てるまで踊り続けましょう。前回のグッドスマイルレーシングではデカールの連続。今回は道楽決め込めるかと思ったのですが、マスキングの連続でございましたね。弾はシビックばかり乗り継いでいるのですが、10年ほど前に S30Z を購入寸前まで考えていたことがございます。日本では不人気の左ハンドルだったので安かったんですよね。ソレックスキャブ、タコ足、デュアルマフラー、鉄板のソレタコデュアル。ですがワークス仕様なのが嫌で諦めちゃったんですよね。属車そのものの風貌に追いつけない自分に負けました。ですが当時乗っていたシビックは属車みたいなカラーリングでした。もうわけわかりませんね。今では全く手が届かないお値段になっちゃいました。人は後悔の連続で生かし続けられているのでございます。カットするラインが見えてこないので、シャーペンでカキカキ。なんだか窓枠のカットが楽しくなってきました。貼るのは面倒なんですけどね。非常と絶尾。この対比があるからこそできる所業。マスキングを溝に押し込めばさらに綺麗になります。
いくらなんでもここは別パーツにするべきでしょう。Z ってこういうカラーリングありそうですよね。永遠に名前を忘れないように、ここに刻み込んでおきましょう。セミブロスブラックで塗ります。と言いたいところですが、まずはクリアを吹くのでございます。マスキングでの塗料にじみは毛細管現象によるもの。ならば鼻から毛細管にクリアを埋めてしまえ。そういう原理でございます。以前に視聴者様から教えていただきました。確かにこの手法を挟むと安心感が段違いですね。心配だったフェンダー周りもしっかり密閉できています。この世紀末っぷり、ぶっちぎりでございます。乾燥待ちに車内とちまちまやっつけましょう。エナメルのシルバーいつも買い忘れちゃうんですよね。毎回フラットアルミでごまかしてます。オラオラ、どけこら、邪魔だよ邪魔、ウィーン。どんどん生皮、マスキング剥がしています。完璧なレストアといったところでしょうか。こいつが中古車屋に並んでいたら即売れですね。裏のマスキングも必要ないので剥がしましょう。街乗りだとこのくらいシンプルなのがかっこよいですね。あっという間にデカール作業まで到達しました。マスキングは面倒でしたが進行速度は速いですね。艶もありとても綺麗なデカール。ただ大島製のデカールは少々硬い印象。順調に貼ることができれば良いのですが、何に使うのかわからないメッキシール。本当に使わないまま終わりました。古さを感じるデザインですが激渋でございます。また気温が下がってきました。まだまだカップウォーマーが活躍しますね。日産とダットさんが選べます。今回はダットさん仕様でいきましょう。理由は今後ダットさんのキットを作るとは思えないので、このキットを忘れないようにしましょう。娘たちとドライヤー争奪戦が繰り広げられますので、プラ模様のドライヤーを購入しました。安くて手のひらサイズ、
風流が微妙というところがまさにプラ模様にぴったり。ただ爆音というか甲高い音なので慣れるまで耳障りです。予想通り硬いデカール。粘着力も弱め、曲面だと浮いてきます。マークソフターとデカールフィクサーを活用しつつ、ドライヤーで加熱してしのぎましょう。両面テープの台紙のツルツル面を利用して、溝にデカールを仕込んでいきます。デカールが引っ張られることも少ないのでおすすめ。このくらいの量のデカールだと本当に楽。次々貼って寝る前までには終わりそう。位置合わせも単純なラインなのでささっと終わります。難しいのはリアのこの部分だけ。ここだけはリアウィンドウとリアウィング、そしてリアフェンダーとの位置を合わせないといけません。溝に沿ってカットして、マークソフターを流し込み、つるつる台紙でデカールを押し込むのがこのキットの流れ。少しフェンダーにかぶってしまいました。77番は何のレースのゼッケンなのでしょうか。ドライバーのデカールもないので情報不足でございます。マークソフターのハードタイプにも屈しない強固なデカール。しかしボンネットの段差でさえ油断すると浮いてきます。ルーフのストライプはしっかりセンターを狙いましょう。ここも溝にデカールを押し込めば仕上がりが変わります。人間の目はとても正確なので、目視でセンターを合わせても大丈夫。ドアに貼る比較的大きめなデカール。ラインの先には文字が浮いております。こだわるモデラーさんなら削り取ってしまうのでしょうね。玉はもちろん問答無用で上からかぶせちゃいます。思ったよりも追従してくれました。うおー。なんてこったい。こんな単純な場所でやらかすとは、無様すぎて恐縮でございます。とりあえず何事もなかったように振る舞うのが基本。リアウィングに続くストライプ。硬いデカールを鋭角に曲げますよ。これで基本デザインのデカールが終えましたね。あとはスポンサーデカールだけでございます。カストロールやシェル。有名メーカーが揃ってございます。難しいのはシェルだけで、生地の溝部分に貼らないといけません。ダットさんの由来は1914年に完成した乗用車。ダットは支援者3人の頭文字から取り、逃げるウサギのように速いという例えである、ダットのごとくにかけたそうです。さんは太陽を意味するそうで、合わせてダットさんとのこと。後にダットの定義も変わり、耐久性がある、魅力的な、信頼できる、という風に改められたそうです。このブランドは1986年まで使用していたそうです。
ロゴはとても激渋で魅力的でございます。極細のマスキングも成功。幸運を使い果たしましたね。マスキングを抜き忘れたところを塗り塗り。最近はエナメル塗料が大活躍でございます。デカールフィクサーとマークソフターの汚れを除去。水を含ませたキムワイプを使っています。キムワイプはハンドピースの洗浄にも使えますよ。いよいよ完成が見えてきましたね。クリアパーツに色をのせていきましょう。テールランプ内部にシルバー塗装。完成が近づくとちょっとした塗装が面倒になるんですよね。一目でわかる Z のテール。フェアレディ Z はその名で、半世紀以上生産されている数少ない車種。そして世界一売れたスポーツカーとのこと。現在はフォードマスタングにその座を譲ったそうです。タイヤのウォールにバリがあります。ちょっと見栄えが悪いので削ってみました。タイヤマークはマークソフターを浸しながら貼り付け。今回はセミグロスクリアを使ってみます。旧車の重厚感を出すには、ヌルテカよりも多少のやれ感が必要かと。初めての手法なのでどうなるかは謎でございます。希釈率は1対1。クリアの乾燥待ちの間にシャシーを仕上げましょう。外はものすごい強風。風が雨戸を叩いて気を引いています。空の奥深いところを通過していく風の音。瓦屋根に弾かれてうなる風の音。遠くの稲光だけがカーテンの隙間から漏れ、人生の黄昏を迎えたように贅沢な時間のよう。これで明日が休みなら何も言うことないのにね。ヘッドライトレンズは黒に塗装します。セミグロスクリアが完走いたしました。しっとりとした優しい肌でございます。この後ろ姿、大変麗しゅうございます。今夜の舞踏会には間に合うでしょうか。
時計を横目に気持ちを抑えてのセットアップ。こういう時にトラブルはつきもの。今夜はついてないですね。でも絶対に焦らないで。どんな時も誰かが見ていますよ。あなたのことがずっと気になるご様子。どうぞ見せつけて差し上げてください。リアウィンドウの取り付け。余白が少ないので接着剤のはみ出しに要注意。クリアパーツに窓枠塗装が不要なだけまだマシですね。こちらは接着剤ベタ付けでも問題ないので楽です。ヘッドライトレンズは不透明の黒。完全に競技仕様として割り切っているのが素敵。非常なまでの目力、誰も抗うことはできません。いよいよカウルとシャシーの連結。あれれ、うまく入りませんね。おまけに引っかかって外れない始末。どうしよう。ローライダーみたいになっちゃった。邪魔な爪をぶった切ります。ようやくはまりました。シンプルで目立たないように。エキゾーストはほんの小さなアクセサリーと同等。貴婦人のお化粧も仕上がりが近づいてきました。でもこれからが大切。お気に入りのルージュに、必殺のコロン。あとはすべてがお望みのまま。足音を高く響き渡らせ、時には共に倒れるまで踊り続けましょう。フェアレディ 280Z スペシャル。完成でございます。美しすぎて恐縮でございます。